皆さん、リズムを解説している動画、ホームページ、教本、見たことありますでしょうか？そこに必ず現れるキーワード、裏。この裏、大事大事と言われますが、何がそんなに大事なのか分かりますでしょうか？もう大事なのは分かったよ。黒人の人が裏で感じてるとか、ダウンビートとかアップビートとか、そうじゃなくて、もっと分かりやすく納得させてよ。大事大事と言われてるから、大事なのは理屈で分かっている。しかし、いまいちどう大事にしていいかよく分からないという人は多いんではないでしょうか。今日はこの裏について解説したいと思います。この裏とは、8分音符の2発目、拍の裏とかよく解説されています。しかし、その重要性、確かに上手い人の演奏を聞くと、この裏がすごい感じられるなぁと思いますが、しかし、理解したからといって、いくら注意を払っても、この裏にはなかなか乗れないんではないでしょうか。それは、裏を勘違いしているのかもしれません。この裏とは、譜面では表せないところに存在するからなんですね。その存在を認識して練習すれば、テンポが安定してノリノリになれます。これ練習だけではダメなんですね。この裏の正体を知ってから練習することがものすごい重要なんです。この動画を飛ばさずに最後まで見れば、裏のことをもう霧が晴れたかのようにはっきり認識できて、さらに解説する体で感じられる練習をすれば本当に裏の重要性がわかると思います。このチャンネルではこういった知識の解説の他にもトレモロやアルペジオ、ピカードの解説までしています。他にもラスゲアードなどフラメンコ独特のテクニックも解説しています。初心者向けの動画であれば徹底的に研究してわかりやすい解説を心がけています。毎週水曜日の夜にトレモロ徹底解説シリーズを上げていますので、気になる方はぜひ見てください。概要欄もしくは動画の最後にトレモロの再生リストを載っけておきます。ライブ配信などもやる予定なので、見逃したくない方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。まず、裏とは何かを解説するので皆さん手拍子をしてください。一定のリズムで叩くだけです。できましたでしょうか？この手拍子、1回叩くごとに2つの動作をしていたことに気がつきましたでしょうか？一つはもちろん叩く動作です。そしてもう一つは叩くための準備。この動作です。この叩くための準備の動作。これこそが私の伝えたい裏なんです。何かアクションする前、した後、この裏は必ず存在します。弦を弾いたら指を戻す動作。ストロークしても戻る動作。足を踏むときは足を上げる動作。体でリズムを感じているときは体を上げる動作。沈んだときは表で、浮かんだときが裏ですね。必ず表と裏、光と影みたいな感じで予備動作は存在します。そしてリズムに乗って演奏しているとき、この裏、準備の動作がリズムに乗ってないというのが致命的なんですね。しかし、この準備の動作までリズムに乗っけて動かしている人はなかなかいません。一般的に裏を感じてないと言われるものですね。準備するときはリズムに乗ってないのに、アクションするときだけリズムに乗っている。言葉にするとこれほどおかしなことはありません。私が言いたいのは、裏とは譜面上である8分とか拍の裏とかいうのではなく、絶対的に存在するこの体を動かした時の裏、準備の動作。この動作こそが本当の意味での裏だということです。試しに予備動作をリズムに乗っけずに頭を叩いてみましょう。もう的当てゲームみたいな感じですね。とても頭を合わせにくいですが、裏をちゃんと取ってない人はこんな感じでちょっと頭を狙って頑張って弾いている感じです。
これは本当にリズムに乗ってるというよりは頭を狙ってる的当てゲームのようなものです。じゃあ裏をリズムに乗っければいいんだということなんですが、それが難しい。理屈で分かっていてもこの裏をリズムに乗せるのは結構難しいんです。しかしものすごく簡単にリズムに乗せるコツがあるんです。皆さんやってみてください。まずコツなしです。右手で膝なんかを叩きましょう。意識して裏で上げてみました。しかしなんとなく裏だなというレベルです。ここで本当に裏をきれいに感じられる人はなかなかいないんじゃないでしょうか。今度は裏の時、右手を上げる時ですね、準備する時に左手を叩きます。つまり裏のところで左を叩きます。左手を叩きますが、右手を上げる動作にちょっと注意を払いましょう。左手を上げるときに右手を叩くので、左手の裏も取れますね。なので、左にも意識を割いてみてください。先ほどより明確に裏の位置が分かったんじゃないでしょうか。これはやはり上げるという動作がどこからが始まりなのか。この動かす動作で裏をある一点で捉えるのは難しいんですね。しかしアクションをすることで裏のタイミングがすごくはっきりするんです。つまり何かアクションをすると裏が、つまりリズムが取りやすくなるんですね。これがゴーストノートと呼ばれるリズムを取るテクニックなんです。リズムを取るために取るアクションって聞くと、なんか初心者のテクニックっぽく、自転車で言ったら補助輪みたいなイメージがあると思いますが、全然そんなことはなく、例えばパコデルシアだってゴーストノートを使っています。ボディを叩いてリズムを取ったりします。もちろん裏だけではなく表にもゴーストノートは使われます。裏が安定したからって表が安定しなかったら全然意味がありません。裏が大事大事と言われますが、表も裏も大事ということです。ゴーストノートは全ての裏に入れるわけではなく、効果的なタイミングがあります。それは曲によったりフレーズによって違います。自分のやっている曲はどのようにリズムを刻めばよいのか、どのように乗ればいいのか、これはオリジナルを聴いて、上手い人の演奏を聴いて、とことん研究する必要があると思います。クラシックではノリノリで弾くことはありませんし、このようにゴーストノートを入れることはほぼないと思いますが、例えば目をつぶる動作、息を吸うタイミング、左手をこう動かすタイミング、右手をセットするタイミング、こういう動作もリズムに乗っているのでゴーストノートと言えますね。たとえゴーストノートではなくても、体が感じる裏の場所にある音符を弾くとき、この裏を感じることで抜群にリズムの安定感がつきます。基本的には8分の裏、ここが裏になることが多いですね。いくつか裏の取り方を解説します。これは体は8分で上下して、演奏は16分だったり6連符だったりします。16分の時は3発目に裏を感じて、6連符の時は4発目に裏を感じています。そして音符がないところにはゴーストノートを入れて裏を感じるための補助に使っています。他にも16分の3発目にあえてアクセントをつけたりして
裏の意識を強くします。これが裏を意識しないと、ちょっとオーバーになりましたが、ちょっと幼稚な感じになってしまいます。例えば親指でこんなフレーズがあったとします。このようなフレーズがあったとします。これにゴーストノートを入れると、となるわけですね。さらに16分間、16ビート感を出すために、16の2発目と4発目にゴーストノートを入れると、あんまりないフレーズですが、こんな感じになります。実際にこういうフレーズが譜面に書いてあると、裏として意識せずにそのまま弾く人がいます。これではこの返しの効果が半減してしまうんですね。ちゃんとゴーストノートだ、リズムを取るためにここに体の裏を乗っけよう、動作の裏を乗っけようといったイメージで弾かなくてはいけません。速いフレーズでも使います。この裏がちゃんと裏として捉えられてないと、疾走感のあるフレーズに聞こえません。ゆっくりな曲を安定させるのにもものすごい役に立つんですね。もちろん入れすぎは注意です。ということでまとめますと、体の動き、指の動き、足の動き、呼吸もどれにも表と裏があり、ほとんどの人がこの準備の裏の動作にリズムを感じられていないということです。そして当然このリズムの裏、準備する動作、ここもリズムに乗っけなければいけないということですね。特に大きなリズムを取る体のリズム、これが重要です。足を踏んでいる人は足を開ける動作、ここにリズムを感じられてない人が多いです。上げたまま頭が来るのをプルプル待って踏んでいることが多いですね。一度自分の全身を取ってみて見直してみてください。結構足とか見るとリズムに乗ってないのがすごいわかると思います。そしてすでにメトロノームを裏で鳴らして練習している人、ぜひメトロノームを止めて自分でその裏を鳴らして練習してみてください。やはりメトロノームがあるとリズムを助けられてしまって自分でリズムを作り出すことができなくなってしまいます。せっかく鳴っている時に乗れているのですから、メトロノームが鳴ってない時も乗れるようにしましょう。もしちょっと難しいなと思った方は、もっともっと初心者向けのリズムの動画がありますので、そちらを見てみてください。概要欄に載せておきます。実はこの裏の動画、クリックの裏の動画ですね、もう作るのが難しくて3つぐらいボツになっています。今までで一番苦労した動画ですね。まだまだリズムは伝えきれてない部分が多いので、これからもうまく解説できるように考えて作っていきます。もし参考になったよ、もっと動画作ってくれよって方がいましたら、チャンネル登録、いいねボタンをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。